今日はスーパーに来ました。するととんでもない色のエビが売ってました。目が合って運命感じたので家族にしたいと思います。おー、まっちゃん、見てこれ、発色やばい。いや発色やばいじゃなくて、待って、マスターこれやっぱ独自のルートで手に入れたものですから。かっこいいなこれ。俺が買いに来たんだけど、返して弱っちゃう。まっちゃん何買いに来たの？これこのじゃあという感じでみんな早速帰ってきました。こちら五色エビちゃんでーす。最悪。待って、触覚折れてるわ。どこで折れたかわかんないけど最悪だわ。待って、痛かったね。ほんまごめんな。待って、いつ折れたのこれ。市場に出てる個体ってパンパンに詰められてるから、もしかしたらひびが入ってたのかも。こっちの太い第二触覚とかもう根元から折れちゃってるもんね。右側の後ろ足の方も足がね一本取れちゃってますね。ぐったりとしちゃってます。生きたいという気力が全く感じられない。俺はもうダメだ。いっそ楽に焼いてくれと言わんばかりの瞳でこちらを見ている。でも待って、絶対助ける。今すぐね海水用意します。よし、海水作ってきました。ではこの子を海水に入れてきます。大丈夫か？マジでやばい。甲殻類はエラ呼吸だから水がないと呼吸できません。おがくずが多少湿ってたから大丈夫だけど、ブクブクしてる。これ丼アタック。やばい、体傾いちゃってる。大丈夫か？エアレーションすることで海水の中に酸素がたくさんになって、今ねこのエビ意識朦朧としてるから人間でいう人工呼吸してるみたいな感じ。酸素はいくらあってもいいからね。一旦このままにして回復を待ちます。みんな、あれから1時間経ったんだけど、ちょっともう無理かもしんない。全然ぐったりしてるわ。お前頑張んないとこのままじゃビスクになっちまうぞ。緊急事態なんで暗くして刺激しないで安静にします。その間にこの子が生きると信じてでっかいエビハウス作っていこうと思います。今回使っていく水槽は90センチ水槽。五色エビは将来的にでかくなるので最初からでかい水槽を使います。水槽は意外と安くて Amazon とかでも買えるし、60センチ水槽なら3、4000円で買えます。あとはフェンディ水槽台だね。これはちゃんとメーカーのやつを買った方がいいです。そんな高くないからね。横幅90センチはテレビ台くらいのサイズ感。奥行きは45センチなのでテーブルよりはスリム。壁側にスッと置けるサイズです。まあでもね、五色エビ以外だったらこんなでかい水槽じゃなくても、もう一回り小さい60センチ水槽だったり、見てみんなこれ45センチ水槽もあるからめっちゃコンパクトでしょ。今ねこの水槽の中で僕とある実験をやってまして、まだね見せられないんだけどいずれ動画出します。お楽しみに。90センチ水槽は水が入ると水量がだいたい170リットル級って言われてます。朝青龍2人分ぐらい。残った90センチ水槽とか重たいものを家に置くときはこんな感じで、今僕ね床にコンパネ敷いてるんだけど、ホームセンターとかで売ってるやつ、コンパネを敷いて重さをね分散させます。そうしたら絶対に床抜けることないから。45、60センチ水槽とかだったらまず床抜けないかな。次はサンゴ砂を入れていきます。使っていくやつはアラガライブのサンゴ砂を入れることで足場が安定したりバクテリアが定着しやすくて水質が安定する。ヤシガニと比較するとこんな感じ。はい、じゃあサンゴ砂入れます。丼アタックと。それでこれを手でなじますっと。でみんな、サンゴ砂にも色々種類があって、こんな感じで粒が大きいサンゴ砂もあるんだけど、水槽に入れるサンゴ砂でこういう大きな粒なものはあんまり向かない。なんでかっていうと、水槽に入れた時に粒が大きいとこの隙間にねゴミとかが入っちゃうとなかなかね取り出しづらいんだよね。けどこういう中から小ぐらいの粒のサンゴ砂だったらホースでゴミを吸えるんだよね。サンゴ砂入れ終わったんで海水を入れてく。海水を作るのにはこれが必要です。人工海水の素ですね。海に行って海水を取りに行く必要もない。ホームセンターやネットで売ってるこの粉を溶かすだけで水が海に変わります。はい、バケツに水。はい、ではバケツに人工海水を丼アタック。おろろろろろろおろろろおろろ。それではこちらをかき混ぜます。What's the say for cooking? だいたいかき混ぜ終わりましたら、こちら比重計を使って塩分濃度を測っていきます。これもねネットに色々種類売ってるんですけど、一つだけで測るともし故障しちゃう時に怖いんで、基本僕はね2つか3つで測るようにしてます。丼アタック。今ねだいたい塩分濃度が 1.024 ですよね。これねちゃんと海水できてます。この比重計はこの緑の枠から上だと塩分濃度が高すぎるし、下だと塩分濃度が低すぎるって感じ。では海水入れていきます。こんな感じでね、プラスチックとかザルをかませると砂があんま移動しなくてめっちゃいいですよ。ってな感じで海水入れ終わりました。
ちょっとさ、濁ってるけど、海だよ、海。俺だけの海、大海原。で、なんでお料理とかに使うこういうお塩じゃなくて人工海水を使ったのかというと、このさ、塩には栄養分が何も含まれてないんだけど、この人工海水には生き物に必要な栄養素が色々詰まってるんだよね。だから市販の塩は生き物をね、育てるのには絶対に向きません。じゃあついにろ過器を作動させていきます。こっから水槽のお水を汲み上げるポンプがあって、水槽から汲んできたお水が下に来て、まずはここでろ過されてって、上に上がって、こっちから排出されるっていった仕組みです。じゃあ行きますよー。どんぶりアタック。ではね、すかさず上にプラダンをしっかり置いていきます。はい、しっかり隙間なく埋めました。本当に隙間なく海水水槽って埋めないと大変なことになります。隙間が空いてるとそっから水分がどんどん蒸発して、部屋の中の湿気が大変なことになって、もう壁が湿気でよれてもう終わります。では、お水がもう少しクリアになるまで待っていきましょう。ではみんな、五色エビさんの容態を見ていこうと思います。ほれ、どんぶりアタック。おー、どうですかね。あれから結構時間経ったんですけど、でもまだそんなに元気な感じじゃなさそうですね。でもさっきよりはちょっと元気になってる気がしてる。ほらほらほら、みんな見て。足の動きがちょっとほら活発になってきてるよね。なんかいけるかも。でも、うわー、待ち、キャーマチーム何よ。みんな、五色エビちょっとさ、見ない間に元気になってるよ。うわ、待って、ごめんなさい、本当にごめんなさい。濡れたー。濡れるんやけど、めっちゃ濡れるんやけど。待って、やばい、みんな、部屋が沈没する。一旦見なかったことにして。待って、みんな、これやばすぎる。粉景色ならぬ水しぶきよ、これ。で、みんな、この五色エビちゃんが元気になってきたところで、こんな派手で可愛い子の生態、皆さん、気になりませんか？みんな、この子の名前は五色エビ。漢字で書くと五色エビ。名前の由来は伊勢エビとは違って体に様々な色が見られることからです。みんなが知ってる伊勢エビとかは主に日本沿岸の暖かい黒潮の流れる海域に生息するのに対して、五色エビはもっと南方熱帯のサンゴ礁域を中心に分布してます。で、みんな見てよ、このさ、体中のトゲ。ゲームのラスボスよりいかつい見た目してんぞこれ。こんなの素手で持ったら一瞬で手やられるからね。このさ、頭の付け根にあるカマみたいな形の角がかっこいいよね。折れちゃってるけど、この長い触覚をブンブン振り回して身を守って、触覚の付け根あたりには音を出す器官があって、危険を感じるとグーグーとかキーキーって音出すのよ。いやマジでジジイの歯ぎしりみたいな、おじいちゃんの歯ぎしりみたいな。2本の第二触覚の間には第一触覚と呼ばれる短めのヒゲがあります。第一触覚は第二触覚に比べてこんな感じで柔らかくて、先が2本に分かれてて、味や匂いを感じ取るセンサーの役目を果たしてる。裏側はこんな感じ。口にはね、硬くて大きな顎があって、貝殻とか貝の甲羅なども噛み砕けるほどの馬力がある。これで硬いものを砕いてすりつぶしてる。じゃあ早速水槽の中に入れていきたいと思います。じゃあみんな、お水合わせしたんで早速伊勢エビ入れていきます。ほっ、おー、やばい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 。濁ったー。今からね、ライブロックを入れていこうと思います。こちら、これがライブロックです。こういうエビとか甲殻類って何かに捕まるのが好きだから、岩とかこういうライブロックを入れてあげると足場になるからすごい安心するんだよね。あとこのライブロックを入れることで、ライブロックに付着するバクテリアがろ過フィルターの役割をすることで、水槽内の有害な栄養塩とか、特にね、バクテリアの数が少ない水槽立ち上げ時にライブロックをぶち込むと、水槽内で早くバクテリアが回って比較的短時間で水槽の水質が安定しやすくなる。これでエビさんも少しは安心してくれるはず。あとは一番大事、これシェルターだね。こういった隠れ家があるとエビちゃん絶対安心すると思うから、早速入れていきます。みんな、あれからね、結構時間が経ったんだけど全く動かないし、とにかく様子がおかしいというか弱々しいんだよね。正直この様子から見ていつなくなっちゃってもおかしくないんだけど、少しでも回復を願ってエアレーションをマックスで動かします。ちょっと待って、みんな目を離した隙にかわいいライブロックの隙間にこんな感じで五色エビちゃんが入ってます。この子って自然界でもこういうね、岩の隙間に身を潜めて生活してるから、今ね、ここめっちゃ落ち着いてるはず。いや、体力回復してくれるといいな。ちょっとね、この子心配だから、俺今日ここで寝るわ。
おはようございます。みんなね、ただいま起きたんですけども、エビちゃんどうでしょうか？なんかわかんないけど、昨日より元気そうじゃん。いや、全く動いてないけど、口角が上がってる感じ。にっこりプリティだよ、これ。落ち着いてるよね、昨日より絶対的に。昨日さ、世話しなくてわさわさしてる感じだったけど、今はね、完全に住処見つけて落ち着いてる感じだよね。それでね、またライブロック届いたんで、今からね、このライブロック入れてきます。ライブロックにね、誤解がついてました。こんな感じでライブロックにはいろんな生き物がついてて、前とかね、シャコとかついてたりしたからね。ではみんな、今から早速餌をあげていきます。このエビちゃんは大食いかつ肉食寄りだから、動物性のタンパク質をしっかり与える必要がある。だからね、それだけ水も汚れやすくて水替えも怠れません。まずはこちら、アサリちゃんをあげてみたいと思います。あとね、バランスよくあげないと、このね、綺麗な発色もだんだん色あせてくるから、生魚だったりエビとかもあげなきゃいけんわ。この餌食えばしばらくは安泰なはず。甲殻類って結構繊細だから、餌を食わないでね、そのまま死んじゃう子もいるんで、もうね、生きがいい子なら餌入れた瞬間にバカバクって食うから、これはちょっと厳しいかもしれんな。じゃあね、電気を消してエビちゃんにリラックスしてもらって食べてもらいます。はい、皆さん、あれから5日の方が経過いたしました。いやー、五色エビちゃん餌食べないねー。シャイだねー。いや、たまに石像飼ってんのかって錯覚するもんね。だって5日前と位置変わってないもん、全く。まだね、慣れてないだけだと思うんだけど、この5日間いろんな餌試したけど食わんわ。そして Amazon でね、秘密兵器栄養剤をね、買いました。コンビネーション1ってやつなんだけど、こんな感じで海水に住むいろいろな生き物に必要な栄養素が入ってる栄養剤だね。まずはこれ一旦ぶち込んでいきますか。いいよ、お薬投入。甲殻類って1ヶ月何も食わなくても全然生きていけるんですけど、餌食わなかったらどんどん弱っちゃうからね。ちょっと今日もまた餌を引き続きあげていこうと思います。待って、やった。みんな見て餌食ったー。アサリ割って食ったー。やったー。待って、めっちゃ嬉しいんだけど最高だわ。殻割ってちゃんと中身食ってます。おはようございます。朝になりました。皆さん、この五色エビちゃん、なんと餌全部食べてましたー。いや、すごいな。あんな瀕死だったのにさ、環境に慣れてさ、餌まで食って偉いぞエビさん。伊勢エビって自然界だと寿命がすごい長いんだけど、飼育下だとかなり短くなりやすくて、早いと1年、ちょっと長くても 2,3 年ってなってまして、僕はね、この伊勢エビ20年目指してね、飼育していこうと思います。てな感じで、今回もこの子のお名前募集していきたいと思います。ぜひ何個でもね、コメント欄にどしどしコメントください。今ね、引っ越し途中で前から飼ってる家族たちも今後の動画に出てきます。てな感じで、ここまで動画見ていただいて本当にありがとうございました。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしてます。って感じで、また次の動画で会いましょう。はい。